ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイナンバリングよりノーイエス、こちらの歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ本日でですね、ナンバーアイのファーストフルアルバムナンバーワンリリース前合宿と称しまして、昨日からですね、ナンバーアイの魅力を一人でも多くの方に伝えるべく、ナンバリング収録曲の歌声分析動画をですね、公開しております。昨日、今日、明日とですね、3日連続で公開していきます。で、本日がノーイエスということでですね、いや、今回もですね、歌声分析していって、ものすごいナンバーアイのね、魅力が詰まっているなというふうに思いました。そういった部分をですね、どこよりも細かく、そして丁寧に解説しておりますので、皆さんぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてですね、ナンバーアイ合宿のスケジュールなんですけれども、ちょっとね、変更する可能性が出てきました。なぜかと言いますと、僕もね、ちらっとしか見ていないので、本当かどうかわからない情報なんですけれども、どうやら明日9月23日にナンバーアイがカウントダウン TV で稲妻を披露すると。そしてそちらの様子がですね、 YouTube 上で公開されるらしい。これね、あくまでらしいなんですよ。なので本当かどうかがちょっと僕の中ではまだね、分かっていなくて、ぜひね、詳しいアイリーズの方々コメントでね、教えていただけたらなというふうに思うんですけど、もし明日ですね、カウントダウン TV での稲妻の様子が YouTube 上で公開されたら、合宿のスケジュールがですね、1日伸びちゃう可能性がありますね。24日に稲妻のリアクション動画、こちらをね、公開したいなというふうに思います。ただそのね、稲妻の動画が公開されなかったら、当初の予定通り合宿はね、3日間で終了っていう感じになってしまうんですけれども、ぜひね、情報の方教えてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは、私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ナンバーアイナンバリングよりノーイエス、歌声分析 GO！ さあ始まりますよ、今回も。さあ、この入りからもう雰囲気がなんか神々しいですよね。で、岸さんの出だしなんですけど、全体的にね、ディストーションっていう音質加工がされてます。ラジオボイスみたいなね、そういう感じなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら。歌詞が聞き取りにくいような音質なんですけど、それが逆にこうね、声を聞こうっていう風に耳が向きますよね。入りからね、すごく魅力的な仕掛けがありますよね。次行きますよ。で、この音質の後に平野さんのパートなんですけど、音質がね、一気にクリアになるんですよ。その瞬間にまたね、歌にこうググッと耳が向いていきますよね。じゃあ次行きますよ。ほら。このね、疾走感のあるね、歌の雰囲気がたまらないですよね。最初はね、こう、イエス、こう、低い低音ボイスですね。で、その低くて男らしくかっこいい声から声質を一気に変える変化がたまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。ここでちっちゃい「つ」が入ってますね。のこの間にですね、ちっちゃい「つ」が入ってくるので、こうね、ぐいっとこうね、引きつけるようなニュアンスありますよね。で、顔の表情は多分ね、無表情で歌ってんじゃないのかな。Yes, oh no, どちらかというとノーになってくる。多分こういう質感ですよね。で、全体的にうっすらスタッカートを使って、リズムの歯切れ良さと疾走感を出している。そんな感じのポイントですね。次行きますよ。
後半のフレーズの方がね、全体的にこうね、ハスキーなニュアンスが前半よりもね、多く出ているかなというふうに思います。こうなんかね、ため息みたいな雰囲気がしてきますよね。もう一回聞いてみましょう。こう歌詞がね、ストーリーを耳障りよく美化しただけさっていう言葉。どちらかというとね、こう感情的にはネガティブな感じだと思うんですけど、そこに対してのため息ですかね。はぁ、あ、みたいな、そんな感じのなんかね、雰囲気を感じます。次いきますよ。あ、いいね。神宮寺さんのめちゃくちゃ爽やかな歌声。やっぱりね、昨日公開した愛でも言ったんですけど、歌声の引き出しやっぱりいっぱい持ってますよ。基礎力半端ないですからね。いや、こうやってね、新たな声を見つけた瞬間、やっぱたまんないですよね。使ってる声としては、うっすらミックスボイス寄りの地声なのかな。まあミックスボイス寄りのって言うとね、もうミックスボイスなんですけど、止まんない脳内再生リピート。この脳内再生のあたりがね、結構高い音なんですけど、ここら辺でミックスボイスに切り替わるか切り替わらないかみたいな境目ぐらいのね、声を使ってると思います。で、次のフレーズなんですけど、語れないやのところ。語れないや。一瞬ね、入ってくる裏声がね、めちゃくちゃセクシー。もう一回聞いてみましょう。ほらほら語れないや。ここのね、裏声めちゃくちゃいいですよね。ほんの一瞬なんですけどね。いやー、素晴らしいですね。次いきますよ。あ、いいね。いいね。神宮寺さんの爽やかな声から、平野さんのね、セクシーなハスキーボイスに切り替わった瞬間もやっぱたまんないですよね。で、途中のね、裏声、ここがね、またね、一つね、いいポイントになってると思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら。自分に酔ってる。ここもね、3つのパートに分けてますよね。自分に酔ってる。中にね、息継ぎを2回入れることによって、自分に酔っている。で、ここね、3パートにこうね、アクセントを置いているというか、自分に酔っているっていうね、一つの文章なんですけれど、これをね、3つに分けることによって、独特の雰囲気を出しているっていうかね、まあそういう狙いがあって、あえて息継ぎをしたんだと思うんですけど、平野さん、こういうね、言葉の雰囲気にこうね、インパクトをつける息の使い方がめちゃくちゃ得意ですよね。今みたいなね、文章の合間合間で息継ぎをして、あえて、言葉をね、分けて聞かせるっていうか、やっぱりね、こういうポイント聞いちゃいますもんね。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。そんなもんでしょってところがね、またね、こう、ラジオボイス的な加工がされていましたよね。で、これからサビが始まりますよ。筆算パートですね。聞いていきましょう。いいね。やっぱね、いいね。岸さんの声ね。今回も岸さんの声はね、胸腔共鳴メインで使ってますね。胸の響きです。肺の中っていうかね。で、そこを土台にして鼻を狙ったような感じですね。胸の響きっていうのは声の厚さだったり、太さ、そして歌の土台と言われている声の響きです。で、口の中っていうのは言葉の輪郭をクリアにしたり、口を大きく開けるとですね、声量が増幅したりします。で、鼻の中が声の音色。これが主な役割なんですけど、それプラス高い声を出すときは鼻に声を入れて鼻腔共鳴をうまく使うことによってミックスボイスに移行しやすいっていうね。それぞれの役割があるんですけど、今回の岸さんの声質の作り方。これは先ほど言ったようにですね、胸の響き、声の土台をしっかりと使って音色作りで鼻を狙う。こんな感じの声の出し方だと思います。Stand by me 君は僕を半端なくさせる。僕が岸さんみたいな体の使い方で歌うとこういう感じの声質になります。聞いてみましょう。そして全体的にですね、割と強めなスタッ
カート、そして子音強調。こんな感じの歌い方ですね。Stand by me 君は僕を半端なくさせる。これがね、正しいかな。さっきのは声質の作り方をメインで歌ってみたんですけど、今度は発音の仕方だったり、リズムの付け方っていうのをプラスするとね、今みたいな感じの歌い方になります。次いきますよ。かっこいい。いいね。歌い方と声質の作り方は前半とね、同じ感じなんですけれども、こうね、全体的に雰囲気が優しい感じで、なおかつ、微笑んでくれているようなね、そういった感情を僕はね、感じていて、そこがね、聞いていてこうね、気持ちがほっこりするかなというふうに思います。いや、いいですね、ノーイエス。じゃあもう一回聞いてみましょう。最高だね。やっぱりね、こうね、さらっと歌ってる感じに聞こえるのに、しっかりと感情が伝わってくる。ここがね、すごいですよね。次いきますよ。いいね。裏声と地声の切り替えがめちゃくちゃ綺麗ですよね。さすが神宮寺さんですよね。やっぱり神宮寺さんの歌のね、基礎力半端ないですから、めちゃくちゃレベル高いですからね。それがあるからこそ地声と裏声の切り替えのこのスムーズさにつながってると思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。そして声がね、すごく爽やかですよね。今回のね、ノーイエスはね、曲調が全体的にやっぱり爽やかな感じなので、メンバー3人ともそういう部分は共通しての表現になってんのかな。いや、爽やかな曲大好きです、僕。次いきますよ。思わず、ここの図が強調されてますよね。最後の言葉を強調することによって、その後の平野さんのパートにこうね、バトンをつないでるっていうような、そんなニュアンスを感じますね。もう一回聞いてみましょう。ほら、図をもう一回言い直してるんじゃないかっていうぐらい図がはっきり聞こえますよね。これね、子音をめちゃくちゃ強調してるんですよね。そしてキスさんもね、地声と裏声の切り替えの安定感半端ないですよね。すごく安心して聞けますもんね。もう本当にね、歌の底力が3人ともすごいですよ。次いきますよ。そう繋がるわけだよね。平野さんの優しいこうね、息の混ざったハスキーボイスで締めるっていうね。そしてこの部分の平野さんもですね、胸腔共鳴の響きを多く使っています。ハスキーな歌声よりも全体的にウィスパーボイス、息が混ざっている音を使っているって言ってもいいかもしれないです。溢れスタンバイミー。こんな感じかな。息と地声の割合をですね、平野さんみたいな感じで今歌ってみたんですけど、セクションの締めとしてはね、めちゃくちゃぴったりな歌声かなと思います。もう一回聞いてみましょう。ね。素晴らしい声ですよね。次いきますよ。あ、そうだ。で、先ほどの爽やかな歌声とは打って変わって、今度はね、特徴的な表現でメロラップを歌ってる神宮寺さん。やっぱ表現の幅も広いですよね。先ほどの爽やかな声よりも、鼻の響きをですね、多めに声質作りをした声かなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。そして声がすごく強いので、腹筋を使って子音をですね、強調している。そんな感じの歌声ですよね。で、全体的にはかなり強めなスタッカート。もういろんなテクニックを使ってますよ、ここのフレーズは。次いきますよ。メモリーの歌い方もね、すごく特徴的な歌い方でしたよね。で、やっぱりね、ラップっていうことで、多少のメロディーはあるにしろ、やっぱりね、リズムを強調した方が、ラップってかっこよく聞こえるんですよ。なので、子音は全体的に強めだし、全体的にね、かなり強めなスタッカートを使っている。ここがね、そこに繋がっているわけなんですけれども、めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。メンマレーみたいなね、感じ。いや、ここ耳に残りますね。かっこいいです。次いきますよ。
この早口ラップね。しかもすごいところがここまで早口なのに歌詞がしっかり聞き取れるっていうね。ここは素晴らしいですよね。ここまでね、スピードが速いと歌詞を全部聞き取るのはね、なかなか難しいっていう方が、割といるんですけど、岸さんの場合は歌詞がめちゃくちゃクリア。全部聞き取れちゃう。もう一回聞いてみましょう。ほら、全部聞こえますよね。ポイントになってくるのは子音なんですけど、子音を強めに出すっていうのと、やっぱ早口だから口が回らないとね、言葉の発音も難しいですから、相当練習したんだと思いますよ、これは。ていうかね、岸さんほど声質のバリエーションだったりね、歌い方のバリエーションが多い方っていうのは、努力をしていないはずがないんですよ。多分想像できないぐらい歌に時間を費やしてきたんだと思いますよ、僕は。続き気になりますね。いきますよ。しかもね、早口で歌詞が聞き取りやすいだけじゃなくて、声質もすごい特徴的な声質を使ってますもんね。鼻中心なんですけど、もう声をね、全部鼻に入れて、しかも顔の前の部分で声をギュッと締め付けるような、多分そんな感じのイメージで歌ってると思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらね、すごくね、特徴的でかっこいい声。いや、もう、岸さん節大爆発ですよね。次行きますよ。今の声平野さんだと思ってね、ずっと聞いてたんですけど、そう、最初聞いた時分かんなかったです。もう全くね、今までの声と違う声質だと思うんですけど、で、この今までと違う声質、どういう風に出してるかというと、今まで平野さんって胸腔共鳴と口腔共鳴、この辺のね、響きがメインだったんですけど、今回はですね、割と鼻の響きが多いんですよね。なので、こういう特徴的な声質になってるんだと思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、もう青春パンクロックバンドのメインボーカルみたいなね、そんな感じの声質だと思います。いや、全員表現の幅がやっぱり広すぎますよね。すごいですよね。次いきますよ。ここも神宮寺さんのね、お箱ですよね。息継ぎなしで長いフレーズを歌うっていうね。しかもね、しっかり特徴をつけた声質を使ってのこのね、息の量のコントロール、最高すぎますね。もう一回聞いてみましょう。いやー、素晴らしすぎますね。この部分ね、もっと話題になっても僕はね、いいと思うんですよ。どうやったらこんなにね、うまい息の量のコントロールできるんだっていう風に僕はそういう目線で見ちゃうんですけど、やっぱり一般的にはね、どんな肺活量をしてるんだっていう風な目で見られると思うんですよね。だからもうね、その肺活量でいいから、もう神宮寺さんのこのね、息継ぎなしでの長いフレーズの歌い方、もっといろんな人にね、伝わっていってほしいなっていう風にね、僕は思います。次行きますよ。さっきの声とのね、この声質の差のギャップね、やばいですよね。こっちはね、爽やか平野さんって感じですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。やっぱり雰囲気が温かいですよね。こういうノリのいい曲ってやっぱりね、かっこよさだったり、スピード感だったりをね、伝える感じで歌うボーカリストだったりが多いと思うんですけど、ノーイエスの場合はサビでね、温かさを伝えるっていうかね、温かさとか優しさ、こういった表現ですよね。ここがね、他のグループとかバンドとは違う表現方法かなというふうに僕は思います。次いきますよ。ほら。ほら。優しい。いや、この優しさを感じたくてね、何回も繰り返し聞きたくなりますよね。次いきますよ。いいね。やっぱり爽やか。爽やか岸さん。そしてね、安定感がやっぱり半端ないですよね。もう声聞くとホッとしますもんね。もう一回聞いてみましょう。いいね。
こうね、線のようにこう強がりがちなのはっていう風に歌ってるんだけど、子音でこうアクセントをつけていくっていうテクニックをね、使ってますよね。これ岸さんならではだと思います。次いきますよ。で、1番はね、神宮寺さんから岸さんのつながりだったと思うんです。間違ってたらごめんなさい。2番はですね、岸さんから平野さんのこうね、同じフレーズのつながり。こう聞いていてホッとする岸さんの裏声から、温かみのあるこう空気感溢れた平野さんの歌声のつながりですよね。このね、雰囲気のね、切り替わりもね、最高ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらーほら今ね、あえて岸さんの歌ってるところから平野さんのね、歌ってるところをね、こう変化がわかるように流したんですけど、このね、雰囲気の切り替わり最高ですよね。で、次に神宮寺さんが来ますよ。じゃあ聞いていきましょう。ちょっと物悲しい感じの声質がめちゃくちゃセクシーでしたよね。ここのね、顔の表情なんですけど、ちょっと落ち込んだような、しょんぼりした表情で歌ってたんじゃないかなというふうに思います。こぼれスタンバイミーみたいな、こんな感じの、ちょっとね、物悲しいような感情表現なのかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。すごくなんかこうね、寂しそうな雰囲気を感じますよね。多分顔の表情プラス全体的なウィスパーボイス。この組み合わせで作った表現かなというふうに思います。次いきますよ。ここでね、またラジオボイスが来ましたね。で、最初よりもちょっと抑えめで加工してあるのかな。でもこの C メロの部分でこの加工がされることによってすごくなんか特別な感じがしますよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。かっこいいね。で、結構力強い地声を使っているポイントですよね。この部分の岸さんの声は。それが、ラジオボイスの加工がされていることによって、伝わりにくい部分かもしれないんですけど、これ多分ラジオボイスの加工がされてなかったら、声がね、強すぎちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。でも、力強さを表現したいから、あえてラジオボイス加工をすることによって、少しだけ声のね、力強さっていうのを抑えたような、そういうふうに考えて、この表現なんじゃないかなっていうふうに僕は思います。次いきますよ。よく聞くと声が結構強いんですよね。子音がね、ラップ並みに強いと言いますか、それがこう加工されることによってワントーンこう下がってるみたいなね、そんな感じの部分だと思います。次いきますよ。これね、ワンフレーズですけど、若干声質、ラップに近いようなニュアンスが入ってるかな。この鼻中心っていうかね。もう一回聞いてみましょう。前半特にね、そうなんですけど、うまいみたいな感じの鼻腔のね、こう鼻声に近いというか、そんな感じのニュアンスを感じました。次いきますよ。いいね。で、平野さんの声もサビと比べるとやっぱりね、こう力強い感じの歌い方になってますよね。C メロはこうやって声で盛り上げるっていうポイントなのかな。もう一回聞いてみましょう。ほら、強いよね。しまうのあたりがね、一番強かったポイントかなというふうに思うんですけれども、C メロのポイントはテンポがね、こう半分の速さになってるんですよね。これを音楽の専門用語ではハーフテンポって言います。もうそのままの意味で、元々の曲のテンポが半分になったポイントっていう意味なんですけど、で、ハーフテンポになると、やっぱりね、曲の盛り上がりっていうのは下がります。盛り下がるっていうかね、こうしっとり聴かせるような雰囲気になるっていうか。なので、そういう場面だから、歌声でこうね、盛り上げるっていう風な表現なのかなという風にね、思います。次いきますよ。いいね。このね、バックのサウンドがね、こう、消えた瞬間の岸さんのこうね、甘い声。今度は甘い声ですよ。次のね、サビに突入するにはまさにこの声っていう感じの歌い方ですよね。もう一回聞いてみましょう。
君の発音の仕方がね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。君じゃなくて、君みたいな K の子音がね、すごく強いポイントなんですけど、ここはめちゃくちゃかっこいいですよね。次、じゃあサビいきますよ。爽やか。神宮寺さんの声が爽やか。最後爽やかサビですね。最高ですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。もうニコニコしちゃいますね。これね、若干微笑んだかのような、少し明るめのね、爽やかな声質ですよね。続きいきますよ。いいね。やっぱりニコニコしちゃう。すごくいいラスサビですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらいや、めちゃくちゃイケメンボイスですね。最高だ。次いきますよ。いいね。ここで平野さんの声をこうね、前方向に集めたような声なんですけど、以前ね、声を前の方向に出すイメージで歌うと声が強くなって、後ろに弾くと声が柔らかくなるって言いました。で、今回も前なんですけど、鼻に声を多めに入れることによって、声全体をね、こうオブラートで包んだような感じの質感に仕上げています。もう一回聞いてみましょう。なのはで後ろに弾いてんのかな。強がりがちなのはみたいな、こんな感じの歌い方だと思います。強がりっていう言葉を強めな声質で歌うことによって、その言葉の感情を表現したってことなんかな。細かいところまで作り込んでますよね。もう一回聞いてみましょう。で、後半のフレーズはですね、そのまま後ろに弾いた声質ですよね。強がりがちなのは、今も変わらないから。こんな感じのイメージですね、多分。次いきますよ。いいね。今の神宮寺さんの歌い方もですね、先ほどの平野さんと似た感じの歌い方をしています。で、平野さんと違うポイントはですね、鼻声のニュアンスを歌声にプラスしているってところですね。もう一回聞いてみましょう。ズーのところが特にね、その鼻声のニュアンスっていうのが分かりやすかったと思うんですけど、微濁音みたいなニュアンスになってたと思います。ズー、こんな感じの質感かな。鼻に声を入れることによってね、声質が全体的にまろやかになったり、こうね、艶っぽくなったり、色気が出たりしますから、そういう狙いでね、この歌い方やったんじゃないかなと思います。じゃあ次最後ですかね、筆算パートいきますよ。couple less time by me 全体的にちっちゃい休符が入ってますよね。で、それを入れることによってリズムのね、躍動感がめちゃくちゃ出ている最後のフレーズかなと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、couple less time by me みたいな感じでもうすごく強い休符が入っていたポイントかなと思います。このリズムをしっかり決めることによって曲を終わらせるっていう雰囲気をですね、表現していたんですね。いやー、今回も最高でした。ナンバーアイノーイエス歌声分析はここで終了です。さあナンバーアイナンバリングよりノーイエス歌声分析をしていったわけですけれども、いかがでしたでしょうか。いや、素晴らしいですよね。本当にナンバリングの収録曲はどの曲も雰囲気がいい意味でこうバラバラでですね、ナンバーアイのいろんな魅力をですね、感じることができる名作だと思います。で、さっき気づいたんですけど、ナンバリングって、初回限定版なんですけど、7曲入りの CD ですよね。この7っていう数字に僕は意味があると思って、7曲ともジャンルが違う曲が収録されてるじゃないですか。ナンバーアイの魅力は7色の虹なんだよっていう風な意味合いがあるんじゃないかなっていう風に思ったらですね、めちゃくちゃ感動しちゃって、まさにその通りだなっていう風に思ったんですけど、実際のところはね、どうなのかはわからないですけど、そういう意味があるって思ったらね、すごくこう神がかってるなっていう風に思いました。
明日もナンバーアイナンバリングより1曲チョイスして歌声分析動画公開しますので、ぜひまた皆さん遊びに来てください。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。